ワークライフバランスを捨てる発言がなぜか国民にも労働を強いていると思っているアホが多いんですが、なんでしょうか。そもそも知られた日本を取り戻すなら国民も馬車馬になる気がないとダメだと思うんですが、馬車馬になって頑張った方がうまくいくという産業はそんなに利益率が高くないのですよ。結局そのクリエイティビティだったり頭を使った仕事っていうのはきちんと休まないと成果が上がらないんですよね。人間というのは睡眠を取らない状態でいるとどんどん能力値が下がって我慢をするだったり計算をするだったり記憶を呼び戻すだったり頭脳労働の性能が下がるんですよ。なので頭脳労働で戦うのであればむしろ休息はしっかり取った方がいいんですよ。アメリカの兵隊とかも休息は必ず取らせるんですよ。12時間交代とかでちゃんと持ち場やるんですけど、日本の場合って18時間ぶっ続けやらせるみたいなのとかって結構やりがちじゃないですか、夜勤とか。でもそうじゃなくてお医者さんとかでもやっぱりがっつり休むのは休むよねっていうのできちんと休めるっていうのを切り分けるっていう方が効率はいいんですよ。昭和の馬車馬のように働いた方がいいよねという価値観自体がもう大多数の業種ではほぼ無意味なんですよ。配達の仕事とかもう頭使わないで体力だけでやりますっていう仕事であればそれは馬車馬の方がまだいいかもしれないけど、基本的には日本というのは利益率の高い仕事をやって外貨を得なければならないので馬車馬の仕事を増やしちゃいけないんですよ。馬車馬の仕事を人間がやらずにロボットにやらせるためにロボットを作りましょう。ロボットが出てきたエラーログをきちんと確認してエラーが起きなくて人間よりも性能の高い形でどうやって配送したらいいかというシステムを作る人を増やしましょうというのは日本はやらなきゃいけないので、なので馬車馬をやらせるという体力で何とかしようという考え方自体が日本を衰退に持っていくんじゃないかなと僕は思ってます。働きたくなくなったので精神科で診断書をもらって休職検討中なんですが、どう思いますか？貯金300万です。とりあえず診断書もらえるんだったらもらってみたらそれでいいんじゃないですか。でも就活生って書いてることは就職してからじゃなきゃいけないので、多分もう結構ね面接の時点でバレると思うんですよね。そういう働きたくないオーラってきちんと就職してでそこから休職したいのであれば働きたくないオーラを全く出さずにワークライフバランスとかやってるやつってクソ野郎っすよね、俺超働きたいっすって言った方が多分就職はしやすいです。若手の人たちの新卒の面接とかで御社のワークライフバランスはどのようになってますかとかって言うやついっぱいいるんですけど、基本的にそんなやつ取りたくねえってみんな思ってます。働きたくないですって言ってるやつ取りたくないでしょ。うちの会社で働いてこんなことをやって業績上げたいですとか利益を出したいですとかお金めっちゃ欲しいですだからもう馬車馬のように働かせてくださいっていう人だったらよしよしうちの会社声なんだけど働きたくないです、いかに休めるか教えてください、ワークライフバランスみたいな言うやつがいたとしても普通に面接でうちはワークライフバランス重視してますよとか福利厚生でこういうのありますよって言うけど取らないよそんな人。ここら辺のなんか本音と建前を分かってない人って結構多いなって思うんですけどね。あの会社はワークライフバランスを重視するって言ってるからいい会社だと思うんだよね。言ってるだけ。僕の知る限りいろんな大企業の人とかに関わってるけど、本当に9時5時とか残業しないとか、そんなやつ見たことないよね。ちゃんと成果上げてる人で。例えばその僕みたいな取引先だか分かんないような人とかも飲み会とかで会ったりする大企業の人とかいるんですよ。でそういう人ってひろゆき的な人に会うとかで YouTube 事情どうなのとかインフルエンサーってどんな感じの仕事なんですかとかやっぱりその興味を持って聞くんだけど、でもそれ飲み代を払って時間を使ってるわけじゃないですか。これ業務にならないんだったらやりませんっていうのだとやっぱり情報量もコネも減っていくんですよ。やっぱりその業務時間にも含まれないし自腹で切るんだけど、でもそれをきっと自分の仕事のプラスになるようなことがあるだろうっていう形で時間を費やしたりお金を費やしたりっていう人の方が結果としてやっぱり伸びるっちゃ伸びると思うんですよね。飲み会に行くのが嫌で仕事で残業しまくるってもあると思うんですけどっていう感じです。ある程度そのワークライフバランスとかいうのを置いといたとして成果を上げたいよねって思ってる人の方がやっぱりそれなりにうまくいくっていうのはあるとは思うので、タバコのコミュニティとかもそうですよね。タバコが吸いもしないけど喫煙所に行くようにしてコミュニケーションしてコネを増やしていく人とかってやっぱり伸びたりするんですよね。知ってる人と一緒に仕事したいじゃん。喫煙所とかで会ってる人とかに仕事した方が楽だよねってなるんで、全然会ったことない若手で私は9時5時で帰りますみたいな人がいたらこいつとプロジェクト組むの嫌だからあそこの喫煙所来てるあいつやろうぜみたいなやっぱなっちゃうんですよ。能力で評価しないのはいかがなものかとかって言うんですけど、人と仲良くなるというのも能力なんですよね。コミュ力重要で物を売るだったとしたら相手の会社の決裁権を持っている人にいかに仲良くなるかという能力があって、でそれでこれうちの会社の結構いいやつなんですよって言って買ってもらうっていう。相手の会社としては別にいや他の会社から買ってもいいんだよみたいな
別にお前の会社なくても A 社でも B 社でもどっちでもいいんだよって時に、いや、うちから買ってくださいよっていうので、押し込むっていうのができる人のが能力値高いんですよ。安くしたら買ってくれるよねっていうのをやると、利益率は下がるんですよ。でも、うちから買ってくださいよ。今度なんか接待しますからみたいなことで、っていう方が利益率高いんですよ。仕入れた商品が1000万円ですとかであれば、飲み会連れてきました、接待しましたとかが10万円くらいだとしたら、もう安いもんじゃないですか。ところが、これがじゃあ安く売りますみたいな値下げ競争をしちゃうと、結果として利益率は下がるんですよね。なのでそういう営業力とかコネクションとかっていうのは、結局人間相手の商売なので、そこら辺はちゃんと人に好かれるというのをきちんとやっていった方がいいんじゃないかなと思います。そういうのが全然得意じゃないっていうのであれば、エンジニア、プログラム、IT の世界にどうぞ。僕はそういう仕事をすげえ好きじゃないので、なので B2C の仕事をするんですよね。まあ2チャンネルとかニコニコ動画とか、一般ユーザーが面白いと思ってやってくれるわけじゃないですか。ニコ動ユーザーが別に僕が接待したわけでもなくて、単にこれおもろーと思って使ってくれるっていう。接待とか苦手なので、御社にうちの商品をとかって言いに行くのが苦手なので、いいものを作ったら使うっしょっていうので、皆さんご自由に使ってくださいっていう B2C 側だったりします。コミュ力高そうに見えがちなんですけど、コミュ力高いという偽装が得意なだけで、基本人間付き合い好きじゃないんですよね。だから人間付き合い好きだったら、普通に日本にいるでしょ。人にあんまり会うの好きじゃないから、日本の知り合いの全くいないところで引きこもってゲームとかをやって、たまにビールを飲んで喋ってるという状態なので、そもそも僕は本当は得意じゃないんですよ。人間関係。ただ、やろうと思ったらできるんですよ。走ったら足速いんですけど、別に走りたくはないんですよ。能力として走ったら速いよねな、そうなんだけど、走るとか別に疲れねえ、電車乗った方が楽じゃねえとかっていう。基本引きこもりで、僕人見知りなんですよ。はい。できると好きは違うんですよね。これがね、結構ね、社会人になろうとする学生の人たちっていうのは誤解するんですけど、できるで仕事を選ぶとね、後で困りますよ。僕だから営業とか多分ね、3ヶ月ぐらいはできるんだけど、1年はできないんだよね。できるけどやらない。なので好きなことをやるっていう方向で頑張ってます。営業的な場面で、僕、人に何かを押し付けられてやらないキャラに見えるじゃないですか。だからカラオケほんと嫌いなんすって言って行かないと。じゃあたまたま行くことになりましたと。じゃあひろゆき歌ってよって時に、じゃあうちの商品仕入れてくれたら歌いますよみたいな感じで交渉のカードとして使うっていうのはやるんですよ。土下座したら買ってくれるんだったら土下座しますよみたいな。苦手であることというのは実はそれは交渉のカードになったりするので、なのでむしろそれは温存しておいて高く売るっていうやり方もあったりするんですけど、はい。ブラックサンダー食べながら見てる手取り20万円一般庶民21歳一人暮らしです。仕事にモチベなんていらない。腹が減ったら飯食って眠くなったら寝るだけです。結婚願望なんてないです。これはこれで一人の人生といいんですか？いや、いいんじゃないの？人がやりたくない嫌なことをやるからお金がもらえる。で、そのもらったお金で自分の好きなことをするというのが、元々の多くの人類の生き方だったと思うんですよね。やりたいことは他人にやらせないじゃないですか。なので、美味しいご飯を食べるとかって他人にやらせないじゃないですか。お金を払ってるじゃないですか。なので、美味しいご飯を食べる仕事っていうのは存在しなくて、美味しいご飯を作る仕事というのがあるんですよ。一生懸命作って食べてもらうと。誰かに喜んでもらえるというのでお金をもらえる仕事もあるんですけど、でもそこは技術だったり、それなりに選択もあるんですけど、便所掃除をしますとかっていうのって、みんながやりたがらないから、お金を払ってでもやってほしいと思って、便所の管理をしてる人がお金を払うっていうのがあったりするので、基本的に仕事っていうのは嫌なことをやってる人が多いんですよね。YouTuber とか歌手とか、クリエイター的な、たまたま自分の好きなことをやって食えてる人というのを目にする機会は多いと思うんですけど、それは本当にごく一部で、基本的には会社員とか公務員とかっていう中小企業で働いてる人たちというのが社会を回しています。で、その人たちは一部面白いものはあるけれども、でも基本的には辛いよねというところを何割かというのを我慢してやってるわけですと。農家の人とかで、いや、農家楽しいよって言ってるけど、収穫の時楽しいだけで、雨の中とか一生懸命水路の掃除してるとかは絶対楽しくないと思うんですよ。楽しい部分はあるよねって話で、楽しい部分のためにはやっぱりめんどくさくてやりたくない仕事はあるんですよ。でもそれをやることによって楽しい部分っていうのがあるっていうのがあったりするんですけど、火葬場楽しかったら楽しいかもしれないね。人を燃やすの楽しいっていう人だったらめちゃめちゃ楽しいかもしれないけど、そういう感じだったりするので、とりあえずお金のもらえる仕事をして自分の楽しいことをして暮らせばいいんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。
よろしくお願いします。